こんにちは、ドレップ東京です。今回は今大人気のドメスティックブランドサカイをテーマにみんなで話していこうと思います。まず僕が簡単にサカイの歴史だったりとかデザイナーさんだったりとかを説明していきたいと思います。サカイのデザイナーは阿部千歳さんですね。岐阜県生まれで、父親が研究者、母親が洋服の仕立て、姉が銀行員っていう家族構成らしいです。阿部千歳さんもよくお母さんの仕事場や自宅で作業を見ていたらしくって、見よう見まねで自分の人形の洋服とかを作っていたらしいです。で、なんと千歳さんがデザイナーを目指すのは小学校5年生。早いっすね。早いですね。 CM で流れていた一世三宅を見てデザイナーになるって決めたらしいです。で、高校生の頃にはコムデ・ギャルソンに古着を自分で縫い合わせアレンジしてたらしいです。ギャルソンの服ってギャルソンに縫い合わせ。そうすごくないですか？高校生そんな勇気出ない。勇気もないよね。勇気出ない。絶対怖い。で、専門学校を卒業後、大手アパレルメーカーのワールドに入社し、そしてワールドに1年間在籍して、その後コムデ・ギャルソンに入社する。1997年に阿部千歳さんが妊娠されたのが転機になったみたいで、自宅でずっと専業主婦をしていて、自分が着る服をどう面白くしようかっていうのを考え始めたらしいんです。そこから自宅を展示会場にして初めての展示会と受注会を行いました。コンセプトとして当時はシンプルかつ機能的、で手早く着れる興味深いデザイン、こういったのをコンセプトに最初はセーターとシャツを組み合わせるようなデザイン、ここに麻薬があって、ファーストコレクションの3方は次々に注文が入り話題となって、自宅での展示会は玄関では人が収まらず外まで並ぶっていう、自宅でですよ。理想。とんでもないですよね。やってみたいな。今もうね、みんな知ってるかなっていう大人気ブランドサカイですけど、特徴的なデザインしてますよね。特徴的ですね。この服サカイだなってパッと見で分かりますよね。代表的なサカイのアイテムを見ていきたいと思います。これを街で着てる人いたら、あの人サカイ着てるなみたいな、一目でわかる。一目で分かりますよね。これってドッキングって言われますよね。異なる素材を組み合わせて一つの服を作り上げるっていう手法になってますよね。で、このデザインについて文化スーパーエリートのそんなことない。全然そんなことない。文化服装学院の大沢春樹君にこのデザインってどういうものなのかっていうのを詳しく教えてほしいなって思いまして、任せてください。お願いします。任せてください。ありがとうございます。楽しみです。まずはじめにテーマとなっているのがそのドッキングというものなんだけど、もっと深掘りしたテーマがきっと脱構築っていうテーマになってて、脱構築ってもともと哲学用語で、フランスのジャック・デリダっていう哲学者がいて、その人が今唱えてるのが構造主義っていうジャンルの新しいバージョンのポスト構造主義みたいな。ポスト構造主義、音楽でいうとパンクの上のネオパンクみたいな、もっと追求したものを提唱してて、その中でジャック・デリダって人が説いたのが脱構築っていう哲学になってる。その脱構築の大まかな目的が、物事には二元論が存在しますよと。例えば魂があったら肉体があって、裏があったら表があって、でそこってどっちかしら優劣ってあるじゃん。こっちの方が優れてるよねとか。じゃあ正義か悪みたいな。そう。ちょっと正義ってものは脱構築ができないっていう一つのあるんですけど、それは置いといて、脱構築っていうのがその二元論に優劣があるから、優劣って本当に存在してるのっていう新しい視点で物事を見るっていう目的が脱構築の手法というか目的で、それがこのドッキングっていうものをやってて、さっき言ってたニットとシャツっていうのも確かに着やすいよ、着やすいけど、素材として見たら全く逆のもの。ニットの伸縮性がありますけど、逆に伸縮性がありすぎるゆえに選択しにくいとか、いろいろある。確かに選択気になるよね。それが気になる。そこに選択気になるよねとかの優劣があって、シャツって伸びないからちょっと動きにくい部分も少しあったりするよね、けどその2つは切っては切れないもの、そこに優劣が存在しませんっていうものを言ったのが脱構築なんですよ。じゃあ例えばこれとかだったら、MA1 とニットが合体してるんですけど、これってさっきの話で言うと、ここ動きにくいけど伸びやすいニット素材だったらいいなっていうのをニット素材にしてて、で防寒性もうちょっと高くしたいなみたいな胴体のところを MA1 の素材にしたいみたいな、そういうことですよね。だと思います。昔のミリタリー服でニットって海兵さんが着てたやつとかもあるけど、あまりゆかりってない。
確かにね。その2つを融合させることでこの1着においてニットと MA1 の優劣って存在しないよねはい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 。まとめ上げられたのが脱構築メイクって言われたシェフなんですよ。だからこの視点で物事を見てもう一回服を見ていくともしやってなる部分がいろいろあって、これって単純にじゃあ見た目が可愛いっていうそんだけじゃないっていう。そんだけじゃないと思います。例えば堺っぽい服とは言わないけど、カラーカラーってあるじゃないですか。堺とカラーは夫婦でブランドをやってて、カラーと堺って文字って S と C 逆じゃないですか。あれってわざわざ逆にしてっていうのが名前のゆかりにもなってたりとか。いいっす。いいっすよね。じゃあちょっと次このアイテム見ていこうと思うんですけど、これパーカーにマウンテパーカー的なナイロン地のやつですよね。これがドッキングされてるフーディーパーカーですよね。これシルエットめっちゃ可愛いですね。めっちゃ可愛い。ここ秋どうなってるんだろうね。どうなんだろう。これ多分綺麗に作ってやるんだろうね。着てみたいね。堺って俺数着もしたんだけど、外見ももちろん可愛いこともさることながら、内側までめちゃくちゃしっかり作ってて、ここがこうつながるんだみたいなのが綺麗だなって思うから。これって着る側そう思うじゃないですか。僕の知り合いに堺で制作とかしてた方がいて、その方が言ってたのは毎日号泣してますね。こんなんできないよみたいな。もう旦那泣かせで、旦那泣かせだけど結局堺大好きだから頑張っちゃうみたいな。でもやっぱりそれほど愛されるデザインですからね。切り張りするだけじゃ絶対に不可能ですよ。あとは堺が一躍有名になったのってナイキとのコラボだと思うんですよ。これが割と最初の方ですね。かわいいよね。これは二重になってるような感じなんですね。二重になってる感じなんだろうね。この終端のところも、終端も2つのロゴマークも2つになってたり、二重になってソールも実は二重っぽくなってるよね。シンプルにすごいよね。靴を作ってる人の観点で聞いてみたいじゃん。確かにね。どうなってるんですかこれ。これはちょっと細かく言ったら専門外っちゃ専門外な部分。靴作りからしたらどういうね。どういったものここまでさデザインが特化した靴ってなかなかそうだよね。ないじゃん。あとやっぱりこれってもともとオーセンティックな原型があって、それをリメイクというか作り直してみたいなことじゃないですか。それがまたすごいなっていう。新しいものをボーンって作りやすく作ろうじゃなくて、これはワッフルだとかシューレースが2つついてます。なんで言ってもソールだよね。ソールがね、やっぱボリュームがある靴ってさ合わせやすいじゃん。そうだね。シルエット作りがねすごいしやすい。まあもうみんな厚底ブーム。厚底ブームだね。あとこれですよね。ああこれかっこいいね。ペーパーワッフル。ペーパーワッフル。すごくない？スポーティーでありながらちゃんと見ると変態性が。変態だよね。これを一足にまとめ上げるんですよ。あと的なデザインでノルディックが堺って、これ最新のコレクションの画像なんですけど、初期から続いてるようなデザインって全然引き続きあるじゃないですか。だけど一つ一つのもののクオリティがどんどん上がっているじゃないですか。特にこのノルディック柄ってそれがすごい分かりやすくて、全部ノルディック柄なんですけど、しかも色も一緒なのに素材が違うんですね。スパンコール。スパンコールなんだこれ。そう、スカートに関してはスパンコール。さっきの話で言うと、これもまあもちろん脱構築ですよね。ニット素材じゃなくてスパンコールで代用してみようっていうのももちろん脱構築になると思うんですけど、こうやってどんどんクオリティが上がってきてるんです。2年前ぐらいのシーズンとかはロロピアノとコラボして、もう素材とシルエットがかなりレベル高くなってたりとか、堺ってそういうどんどん進化し続けるブランドですよね。こんな感じで堺見ていったんですけど、脱構築のデザインをドッキングという形でやってるのが堺ってブランドですね。堺いいブランドですね。いいブランドですね。多分大沢春樹くんはまだ話しきらないと思います。じゃあ宿題ってわけじゃないんですけど、もし何かあれば言い残しちゃってください。そうだね。若
ク・デリダの脱構築、僕は最初の2ページを読むのに40冊ぐらい漁ったんですよ。例えば脱構築の中でもパロールとエクリチュールって言葉が急に出てきて、哲学者あるある新しい言葉を自分で生み出しちゃうのがあるんで、どんどんパロール、エクリチュール、ディフェレンスと日本語で翻訳してくれればいいのにそのまま残すからなんだこれっつって他のやつあさりってとかをいろいろしてたらかなりの数あさったんで、じゃあ宿題1、ジャック・デリダの本を読んでみようですね。それですね。僕にぜひ聞いてください。ちなみに脱構築って酒井以外のブランドもしてると思うんですけど。そうですね、一番は、みんな知ってる通りマルジェラは本当にもう大々的に脱構築してますっていうのを言ってるんで、であそこの脱構築はもともと脱構築ってその形而上学っていう目に見えないものについて考えようっていう哲学のテーマなんだけど、本当にその形而上学そのものについて考えてるから、こっちは確かに着にくい素材っていう形而上学にもなってるけど、ニットとか、目に見えるものも脱構築から始めてるじゃん。なるほどね。そう、マルジェラは例えば汚いと綺麗を脱構築してたりとか、もう概念みたいな。そう概念から考えてるから、すごいマルジェラは脱構築そのものについてを元々の意味で考えてるんじゃないかなって思います。じゃあマルジェラの動画が出るかも、乞うご期待ということでかもしれません。はい、じゃあ今回の動画は以上になります。皆さんも服でも日常でもこれってワンチャン脱構築じゃねっていうものを発見したらコメントください。お願いします。皆さんコメント